それにぬるいんだよ、貴族って。特権に寄生しているだけだから。それに俺たちが泣いたって死んだ人間は生き返らない。所詮自己満足。どれだけ背伸びしたってどうせ世界は変わらない。撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだと。王様から動かないと部下がついてこないだろ。綺麗事で世界も変えられないから。世界中がお前を探している。お前のために世界は動いている。ルルシュ、お前はこれが見たかったのか？いや、この騒ぎは手段に過ぎない。世界はもっと大きな混乱に叩き込まれる。嘘の涙は人を傷つける。嘘の笑顔は自分を。相手は世界の3分の1以上を占める帝国だ。慎重すぎるってことはない。イレブンならともかく、お前はブリタニア人だろ。ギアス一つで戦うにはあまりに大きく強い相手だ。強ければいいのか？弱いことはいけないことなんだろうか。あの頃10歳の僕らには世界はとても悲しいものに見えた。飢餓、病気、汚職、腐敗、差別、戦争とテロリズム、繰り返される憎しみの連鎖。愚かないたちごっこだ。誰かがこの連鎖を断ち切らなくてはならない。理想だな。もちろんそうしたものが全てなくせるなんて思わない。俺はそこまで傲慢じゃない。だから大切な人を失わなくて済む、せめて戦争のない世界に。そんな都合のいい世界、どうすれば？簡単だ。誰かが勝てば戦いは終わる。誰か？僕にはまだわからない。でも目指すことをやめたら父さんは無駄死にになってしまう。人は平等ではない。生まれつき足の速い者、美しい者、親が貧しい者、病弱な体を持つ者、生まれも育ちも才能も人間は皆違っておるのだ。そう、人は差別されるためにある。だからこそ人は争い、競い合い、そこに真摯が生まれる。不平等は悪ではない。平等こそが悪なのだ。権利を平等にした EU はどうだ。人気取りの祝儀政治に出しておる。富を平等にした中華連中は怠け者ばかりだが、我がブリタニアはそうではない。争い競い常に進化を続けておる。ブリタニアだけが前へ未来へと進んでいるのだ。我が息子フロビスの死もブリタニアが進化を続けているという証。戦うのだ。競い奪い獲得し支配し、その果てに未来がある。オーラハイブリタニア。お帝陛下、母が見まかりました。だからどうした？だからそんなことを言うためにお前はブリタニア皇帝に謁見を求めたのか？次の者、子供をあやしてる暇はない。父上、なぜ母さんを守らなかったんですか？皇帝ですよね。この国で一番偉いんですよね。だったら守れたはずです。7人のところにも顔を出すぐらい。弱者に用はない。弱者？それが皇族というものだ。なら僕、皇位継承権なんていりません。あなたの後を継ぐのも争いに巻き込まれるのももうたくさんです。死んでおる。お前は生まれた時から死んでおるのだ。身にまとったその服は誰が与えた？家も食事も命すらも全てわしが与えたもの。つまりお前は生きたことは一度もないのだ。しかるになんたる愚かしさ。
ルーシュ、死んでおるお前に権利などない。ナナリーと共に日本へ渡れ。王子と公女ならば良い取引材料だ。ブリタニアの破壊と母殺しの犯人を見つけること。お前はどっちが大事なんだ？同じだよ、その二つは。ブリタニアの皇族は次の皇帝の座をめぐって常に争っている。いや、争わされているんだ、あの男に。しかし、それがブリタニアの強さでもある。そうして勝ち残った最も優秀な人間が次の皇帝になるのだから。そうだ、弱者は全て失い這いつくばれ。ブリタニアってのはそういう国だ、そういう世界だ。弱肉強食は原初のルールだ。だとしたらナナリーはどうなる？弱いから諦めなくてはならないのか？俺だけは絶対に認めない。そんな世界は俺が消し去って。俺はお前に会うまでずっと死んでいた。無力な屍のくせに生きてるって嘘をついて、何もしない人生なんて、ただ生きているだけの命なんて緩やかな死と同じだ。また昔みたいになるくらいなら。確かに意味はないな、そんな命。黒の騎士団はゼロのやり方は卑怯だ。自分で仕掛けるのでもなく、ただ人の尻馬に乗って事態をかき回しては審判者を気取って勝ち誇る。あれじゃ何も変えられない。間違ったやり方で得た結果なんて意味はないのに。あの日から俺はずっと望んでいたのかもしれない。あらゆる破壊と喪失を。そう、想像の前には破壊が必要だ。そのために心が邪魔になるのなら消し去ってしまえばいい。そうだ、俺はもう進むしかない。だから